可動部を斜めに動かす方法について説明します。メルソフトジェミニでは X、Y、Z 軸を基準に可動部を直線または回転運動させることができます。可動部を斜めに動かす場合、基準の軸を傾けさせる必要があります。軸を傾けさせる方法を説明します。CAD ファイルをインポートします。ホームタブ、またはモデリングタブを開きます。インポートグループのジオメトリーを選択することで CAD ファイルをインポートできます。グローブ .3ds を選択し、開くをクリックします。モデルをインポートウィンドウでは、インポート時の詳細を設定できます。ジオメトリーの階層構造をシンプルな状態にするため、フィーチャーツリーで最適化を選択します。ジオメトリーの上面と底面を整列させる軸を設定するため、上軸で-X を選択します。インポートをクリックします。グローブの CAD ファイルをインポートできたことがわかります。可動部を設定するため、モデリングタブを開きます。水色のブロックを選択します。右クリック、抽出リンクを選択することで、ノードと呼ばれる塊として抽出できます。コンポーネントグラフウィンドウにリンクアンダーライン1が追加されたことがわかります。同様に白い四角錐と緑色の四角錐を別のノードとして抽出します。コンポーネントグラフウィンドウにリンクアンダーライン2とリンクアンダーライン3が追加されたことがわかります。動作の基準となる軸はノードの原点です。リンクアンダーライン2の原点を回転させるため、マニピュレーショングループの移動を選択します。移動モードのヒエラルキーは、選択しているノードが階層構造になっている場合、親の影響を子に与えます。選択済みは、親の影響を子に与えません。リンクアンダーライン2の原点のみ回転させるため、移動モードを選択済みに変更します。緑色の円弧をドラッグし、Y 軸を中心に25度回転させます。リンクプロパティウィンドウの座標をオブジェクトに変更することで選択している対象の座標を表示できます。移動モードをヒエラルキーに変更します。リンクプロパティウィンドウで可動部に動作の詳細を設定します。ジョイントタイプで直進を選択することで動作の種類を直線運動に設定できます。軸は動作する方向です。プラス X 軸方向に動作させます。リンクアンダーライン2の動作を確認します。マニピュレーショングループのインタラクティブを選択することで可動部の動作を確認できます。Y 軸を中心に25度回転した X 軸方向にリンクアンダーライン2が動作していることがわかります。シミュレーションのリセットボタンを選択することで可動部を初期位置に戻すことができます。コンポーネントグラフウィンドウでリンクアンダーライン3をリンクアンダーライン2にドラッグすることでリンクアンダーライン2を親、リンクアンダーライン3を子とする階層構造を作成できます。親の軸を回転または移動させた場合、子は親の座標を原点とし、元々の子の座標を加算します。3D ワールドに表示されているモデルの位置を保持する場合、一度元のコンポーネント、ノード、またはフィーチャーにドラッグし戻します。リンクアンダーライン3の座標からリンクアンダーライン2の座標が引かれたことがわかります。シフトキーを押した状態でドラッグし、親の座標を打ち消す座標を子に持たせ、3D ワールドの原点を基準とします。3D ワールドに表示されているモデルの位置を保持した状態の階層構造を作成できます。リンクアンダーライン1の子がリンクアンダーライン2、
リンクアンダーライン2の子がリンクアンダーライン3です。リンクプロパティウィンドウのオフセットに RY、-25 と入力され、リンクアンダーライン2の回転を打ち消しています。意図していないジオメトリーを抽出した場合、最初に可動部が初期位置にあることを確認します。次にシフトキーを押した状態でコンポーネントグラフウィンドウ下段から上段のコンポーネントなどにドラッグすることで抽出する前の場所に戻すことができます。ジョイントタイプのカスタムを使用し、可動部を斜めに動かす方法を説明します。リンクアンダーライン3を選択します。リンクプロパティウィンドウのジョイントタイプでカスタムを選択します。カスタムは数式により可動部の動作と軸の位置を定義できます。ジョイントは可動部の移動座標を定義できます。ヘルプタブ、ヘルプ、式で、メルソフトジェミニでの数式の書き方を確認できます。関数を使用し、移動座標を計算します。tx、100と入力することで、リンクアンダーライン3をプラス x 軸方向に 100mm 移動できます。tx は指定した距離だけx 軸方向に移動した座標を計算する関数です。括弧内に定数を入力した場合、可動部は固定されます。可動部として使用する場合、括弧内にバリューと入力します。バリューとは J2 に表示されるリンクアンダーライン3の現在地です。ピボットは可動部の中心軸を定義できます。RY、25と入力することで、中心軸を Y 軸を中心に25度回転させることができます。リンクアンダーライン2と平行に、リンクアンダーライン3が動作していることがわかります。シミュレーションのリセットボタンを選択します。回転運動の中心軸を斜めに設定する方法を説明します。コンポーネントグラフウィンドウでリンクアンダーライン1を選択します。リンクプロパティウィンドウのジョイントタイプでカスタムを選択します。ジョイントに RZ、バリューと入力することで Z 軸を中心に回転運動できます。ピボットに関数、POS を使用することで中心軸の X、Y、Z 座標を指定できます。ピボットに POS、200、300、0と入力し、リンクアンダーライン1の原点から回転の中心軸が移動したことを確認します。関数 WPR を使用することで X、Y、Z 軸を中心とした回転角度を指定できます。ピボットに WPR、0、25、0と入力することで Y 軸を中心に25度回転した Z 軸を回転の中心軸とします。関数についての詳細はヘルプ、式、関数で確認できます。3D ワールドでリンクアンダーライン1をドラッグします。灰色の円柱を中心に回転していることがわかります。シミュレーションのリセットボタンを選択します。可動部を斜めに動かす方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。